したれ夏ですな、ほんとね。今年からスポンサーしてもらってる、このカフェドシクリステっていうですね、まあ、略してカフェドですね。自転車のね、ウェアメーカーがあります。はい。フランスのウェアメーカーで、まあ、略してカフェドって僕は呼んじゃってるんですけども、まあ、そこにスポンサーしていただいて、2ヶ月ぐらい経ちました。はい。いろいろね、洋服とかこう、サポートしてもらってるんですけども、実際にカフェドの服どうなんっていう話を今日はしたいと思います。はい。スポンサーされてるからといって別に、とにかくベタ褒めするってわけじゃなくて、スポンサーされてるからこそ、個人的にもっとこうしてほしいっていうところもね、結構ちょこちょこあるので、おっと、危ねえ。まあ、そのあたりも、ちょっとね、加味してお話ししていこうかななんて思ってます。個人的にやってほしい要望なんかもね、この動画越しにね、カフェドの皆さんに伝えようかなというふうに思います。はい。ということで、まずね、ざっくりと、ロードとグラベルで分けてお話しします。はい。まず、ロードに関しては、まあ、いわゆる海外のウェアメーカーって感じで、非常にハイクオリティで、よくできてます。個人的に特筆したい点といったらやっぱデザインかな。カフェドのデザイン、やっぱ他にはないデザインで、個人的にはかなり気に入ってます。はい。フランスってめちゃくちゃ暑いらしいんですよ。日本も暑いけど、フランスもかなり夏暑いらしくて、結構夏物ウェアはかなり優秀だなと個人的には思ってます。今日着てるこれなんかもうカンカンのコテコテの夏用のジャージで、もうほら、見てわかる通りめちゃくちゃスケスケなんですよ。ここも。超スケスケジャージなんですけども、よく乾くし、よく吸ってくれるし、はい、よくできてます。はい、で、ビブに関しては、まあ、これもよくできてます。個人的には満足してるんですが、注意点としては、パッドの位置に関しては、前すぎず後ろすぎずで、ほんと綺麗に真ん中についてます。なんで、めちゃくちゃエアロなポジションとか、TT 乗ってますとか、逆にクロスバイク乗ってますみたいな、超絶アップライドってよりかは、どっちかと本当にこういうロードのポジション、ロードグラベルのポジションに合った、パッドの位置になっているので、パッドの位置の好みとかある人なんかは参考にしてもらえればなと思います。はい。個人的にね、欲しい要望としてはですね、これ。はい。カーゴビブポケット。はい。これ欲しい。これつけてくれ。頼むって感じ。それさえつけてくれればもう何も言うことないですね。ビブのね、横にポケットあるのが大好きで、カフェドもね、あるにはあるんですよ。ヘレネっていうですね、グラベルジャージが。でもあれはちょっとね、癖が強い。しかもポケットがこんなちょっとしかないので、できればもうガバって入れられるぐらいの、ポケットをカフェドには作ってもらいたい。なんで作ってください。あとはデザインに関しては、まあ、好みはそれぞれあると思いますけど、ビブなんかも赤いビブがあったり、紫のビブがあったり、青いビブがあったり、花柄のビブとかがあったりとかしてですね、結構他の人と被りたくないなって人はかなりおすすめですね。ジャージに関しては、真夏用のカンカン照りのジャージはめちゃくちゃいいんですけども、超絶透けるので、必ず下にこういうインナー着てください。じゃないと乳首丸見えで事件になります。はい。ベースレアもよくできてます。すごく伸縮性があってめっちゃよく乾く。で、軽い。はい。グラベルラインに関しては、僕的にはね、グラベルラインの方が気に入ってるかな。まあ、いわゆる T シャツビブスタイルはもちろんなんですけど、シャツタイプのジャージもあったりとか、ちょっとね、ロング丈の長袖のやつもあったりとか、まあ、秋とか冬のシーズンになると、僕はもうカフェドのスポンサーを受ける前から、個人でカフェド買って、カフェド着てましたけど、パーカータイプのジャージがあったりとか、普通にジャケットっぽいんだけど、ジャージみたいな、そういうデザインのジャージもたくさんあってですね、ちょっとこう、他の人とは違うんだけど、性能面は妥協してないですよっていうところが、個人的には気に入ってます。はい。まあ、グラベルラインの要望としては同じくやっぱりカーゴビブ。グラベルライン出てんのにカーボビブないのどうしてって正直思います。はい。意外にね、かなり満足しちゃってるから、まあ、本当にカーゴビブさえあれば本当他には何もいらないって感じかな。ちなみにグローブ、これはね、夏用のグローブですけど、パッドが全然ないタイプ。で、本当に真夏用なんで、メッシュになってて、かなり、軽くて。ここがね、
めちゃくちゃ穴開いてて、めっちゃ日焼けすると、ここがなんか、ブツブツができたみたいになります。はい。ちなみにサイズ感に関して、日本で取り扱ってるところが少なすぎるんですよね、カフェドって。だから僕の知る限りだと、まあ、グランピーさん、広島の、名古屋のサークルズさん、どれぐらいが取り扱ってんのかなちょっとわかんないけど、本当に実店舗で触れるところが少ないので、基本的にはネットで買わないとダメですね。オフィシャルサイトには日本語訳された、サイトがちゃんとあるので、まあ別にこう、不安要素は全然ないんですけども、問題なのはやっぱりこうサイズ感だと思うんですよね。で、サイズ感に関しては僕身長80、180で、まあ、体型っていうか体重は70から75をさまよってるんですけど、それだと M でジャストフィット。L だとちょっと気持ち大きいかなって感じ。S だと着れない。僕より身長が低い人なんかは本当 SM あたりで、SM あたりを選ぶのが多分ベターなのかなと。なんかカフェドって、先ほどカヌーの選手なんかも一緒に、立ち上げたブランドなので、水着とかも売ってるんですよ。水着。自転車と全く関係ない。水着とか、保冷ボトルとかも売ってたりとかしてるので、もし可能であれば、なんかキャンプ系のグッズとかを出してくれたら僕、キャンプでもガンガン使いたいと思ってるので、まあなんか自転車特化でももちろんいいんですけども、ちょっとこう、他の、ジャンルにちょこちょこ手を出してくれても、小ロットでもいいんで嬉しいなと思ってます。はい、まあそんな感じです。まあ今回はですね、私がスポンサー受けてるこのカフェドのウェアについてね、お話しさせていただきました。まあ、僕が今日着てるウェアに関しては、なんかピピピってこうなんか名前載せときますけども、まあ気になる人はね、ぜひね、下の概要欄に僕いつも動画の概要欄に、リンク載せてるんで、ぜひね、チェックしてみてください。はい。ということで、今回は以上です。はい。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンよろしくお願いします。お疲れ様でした。